はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。今日は世界の暗号業界にとって画期的な瞬間ですと、EU のミカが、欧州議会で可決され、欧州全域で活動する暗号企業に大いに必要な規制の明確化がもたらされたと。ミカというのはマーケットインクリプトアセッツの略で、現 EU 法に規制されていない仮想資産のですね、規制を、統一化し、ユーザーや投資家をですね、保護することを目的としている法案で、それが通ったと。で、この方ですね、リップル社の政策担当部長のアンドリューさんですね、ツイートの方ですね、公開の方をしております。で、内容の方がですね、こちらになります。全部読んでしまいますと棒読みになりますので、重要な部分だけ読んでいきたいと思います。EU 議会暗号ライセンスと資金移動のルールを承認と、この投票により画期的な未可規制が2024年に、施行される道が開かれましたと。欧州連合 EU の議員たちは木曜日、新しい暗号ライセンス制度であるマーケッツ・イン・クリプト・アセッツを、18人の欠席者を得て、517対38で、賛成し、世界で初めて総合的な暗号法を導入する司法機関となったと。で、欧州委員会のマイリード・マクギネス氏はツイートで今回の採決を暗号ルールの世界初と表現したと。で、我々は消費者を保護し、金融の安定と市場の整合性を持っていると、マクギネスさんは言ったと。で、ルールは来年から適用されますと。欧州議会が発表した声明の中で、この法律の交渉を主導した議員であるステファン・ベルガー氏は、この規則が EU をトークン経済の最前線に置くと述べていますと。ヨーロッパ暗号資産産業は米国のような国には存在しない規制の明確さを備えていますと。で、ベルガーはそう述べていますということですね。内容の方ですね、公開の方されてます。で、これに対してリップル社の最高公共政策顧問のスーザン・フリードマン氏はですね、米国が明確化ではなく思考に焦点を当て続ける一方で、EU は、暗号規制に対する懸命で進歩的なアプローチで大きな飛躍を遂げましたと。私たちは欧州市場で構築し、成長することを楽しみにしていますということですので、今後ですね、欧州の方でリップルの方ですね、どんどんサービス展開する可能性があるという形になります。で、弁護人兼、元連邦警察官のジェームズ・K、フィラン氏って方ですね。この方も EU で成長を続けるリップル社ということで、あとですね、バイナンスの CEO、ジャオ・チャンポン氏ですね。この方もコメントされています。欧州議会はミカを実施することを決議しましたと。これは世界最大の市場の一つがユーザーを保護し、イノベーションを支援するために暗号に合わせた規制を導入することを意味しますと。細かい詳細は重要ですが、全体としてこれは私たちが集団で直面している課題に対する現実的な解決策だと考えていますと。現在暗号取引所が EU で活動するための明確なゲームルールが存在しますと。私たちは今後12から18ヶ月かけてですね、完全なコンプライアンスの立場に立つために、事業の調整を行う準備が整っていますということですので、バイナンスの方もね、今後だから EU でね、展開していく可能性があるのかなと思っております。はい、ということで、続きまして、こちらですね。法律的な観点から裁判所が規制の明確化を待って略式判決を決めるというのはどの程度あり得ることなのかわからないのですがということで、この方は、アメリカニュースチャンネル FOX ビジネスのジャーナリストエネロア・テレット氏ですね。ジョンさん、フィランさん、ジェレミーさんとそこがちょっとわかりませんということで質問されておりまして、で、ワシントンの誰も同意できないから、裁判所がその判例を作り、規制当局がそれに従えばいいんではないかと。これに対してジェレミーさん返答しておりまして、上訴裁判所であればある程度ある問題をですね決定する前に立法を待つということは時々ありますが、それは稀なことで審判のレベルでは今回のねリップル訴訟のね審判のレベルでは発生しないと思いますということですので、引き続きね、待つんではなくて今後略式判決のね、判決が出るっていう流れになっていくのかなと思っております。はい、で続いてですね、こちら最後になります。しかし以前は商品と呼んでいたにもかかわらず、2番目に大きいデジタル資産が証券であるかどうかを公言することを拒否しましたということで、これ前回の動画でですね、紹介させていただいたノースカロライナ州の第19議員のですね、パトリック・マクヘンリー氏ですね、この方はまたツイートの方で公開してまして、ゲイリー・ゲンスラー議員長はデジタル資産が証券か商品かについて、既存の法律で明確になっていると述べています。しかし以前
前は商品と呼んでいたのにもかかわらず、2番目に大きいデジタル資産が証券であるかどうかを公言することを拒否しましたと。この明確さはどうなのでしょうかということで、動画の方ですね、ツイートの方で共有の方されてます。で、この方、暗号会計学会社法証券法、教授の弁護士である JW ベレットさんって方はですね、この SEC の権力に向かって真実で語っていますと。で、この方はですね、暗号トレーダーのである投資家である YouTuber のスコット・メルカーさんって方ですね。ゲイリー・ゲンスラーはまた当然のように叩かれているということですね、共有のされてます。で、ゲイリー・ゲンスラー SEC 委員長はですね、一応退任されるですね、のね、法案っていうのが提出されまして、今後ですね、もしかしたらね、ゲイリー・ゲンスラー委員長も退任して、また別の方がつく可能性もありますので、またそちらの方もですね、詳細、追っていきたいと思います。で、略式判決に関してもまだですね、判決下っておりませんので、日々ですね、情報の方、たくさんですね、出ておりますので、僕のでまた引き続き追ってですね、共有の方をしていきたいと思います。で、僕のはですね、リップル関連、SEC 関連、あとフレアネットワークス関連、ソルジェニック関連、コアリウム関連ですね、毎日、海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画も毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらね、また別の動画を見ていただければと思います。あとは質問に関しても受け付けておりますので、動画の概要欄、コメント欄にですね、僕の公式 LINE のリンク貼っておきますので、何か質問等ありましたらですね、そちらの方にご連絡いただけましたらご対応させていただきますので、よかったらよろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方をさせていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。